間の矢とその謎に迫る。私たちは日々、時間の流れに身を任せて生きています。過去から未来へと一方向にしか進まない時間の流れ。それは宇宙の大きな謎の一つです。この動画では、物理学の法則から見た時間の性質と、なぜ私たちは過去に戻れないのかについて、わかりやすく解説していきます。驚くべきことに、物理学の基本法則では時間には方向性がないのです。それなのになぜ私たちは過去には戻れず、未来にしか進めないのでしょうか。この謎を解き明かすことで、宇宙の根本的な性質と、私たちの意識がどのように時間を認識しているのかが見えてきます。まず興味深いのは、物理学の方程式には時間の向きを示す要素がないという点です。例えば、二つの電子が衝突する様子を考えてみましょう。電子同士が近づき、反発し合って跳ね返っていく過程は、時間を逆転させても全く同じ方程式で説明できるのです。これは量子力学でも、アインシュタインの一般相対性理論でも同じことが言えます。しかし私たちの日常感覚では、時間には明確な方向性があります。割れた卵が自然に元に戻ることはありませんし、温かいコーヒーが冷めていく様子を逆再生することもできません。この一点矛盾する状況を理解するために、エントロピーという概念が重要になってきます。エントロピーとは、システムの中でエネルギーがどれだけランダムに分布しているかを表す物理量です。例えば、部屋の中の空気分子を考えてみましょう。最初は部屋の一角に集中していた分子も、時間とともに部屋全体に広がっていきます。これはエントロピーが増大する過程の一例です。時間とエントロピーの関係をよりわかりやすく説明するために、日常生活での例を考えてみましょう。例えば、きれいに整理された本棚を放っておくと、徐々に本が乱雑になっていきます。は自然な変化であり、乱雑な状態から突然本が整理された状態になることは、物理法則上は可能でも現実にはほとんど起こりません。このように、エントロピーは時間とともに増加する傾向にあります。これは熱力学第二法則として知られており、宇宙の基本的な法則の一つです。しかし、ここで興味深い疑問が生まれます。なぜ宇宙の始まりであるビッグバンは、非常に低いエントロピー状態だったのでしょうか。現代の物理学では、この問いに対する明確な答えはまだ見つかっていません。宇宙の誕生時には、物質とエネルギーが極めて密集した特殊な状態にありました。このような特殊な初期状態から、宇宙は膨張を続けながらエントロピーを増大させていったのです。宇宙の膨張は、まさにエントロピー増大の壮大な現れと言えます。私たちが観測する銀河の動きを見ると、それらは互いに遠ざかり合っています。これは、かつて宇宙全体がより密集した状態にあったことを示しています。ここで非常に興味深い可能性が浮かび上がります。もしビッグバン以前の宇宙が存在したとすれば、その時間の流れはどうなっていたのでしょうか。理論的には、ビッグバン以前にも宇宙が存在し、そこでは時間が逆向きに流れていた可能性も考えられます。これは、エントロピーの観点から見ると理解しやすくなります。現在の宇宙では、エントロピーは時間とともに増加しています。もしビッグバン以前の宇宙が存在したとすれば、そこでもエントロピーは増加していたはずです。しかし、その方向は現在の宇宙とは逆向きだったかもしれません。つまり、ビッグバンを境に時間の矢が逆転した可能性があるのです。このような考え方は、時間の本質に対する私たちの理解を大きく変える可能性を秘めています。では、なぜ私たちは過去の記憶を持っているのに、未来の記憶は持っていないのでしょうか。これは、私たちの脳の中で情報が記録される仕組みと深く関係しています。記憶の形成過程もまた、エントロピー増大の法則に従っているのです。私たちの脳の中では、ニューロン同士が複雑なネットワークを形成しています。新しい記憶が形成されるとき、このネットワークの構造が変化し、それに伴ってエントロピーが増加します。この過程は不可逆的であり、時間の一方向性を反映しているのです。量子力学的な観点からも、この問題を考えることができます。量子状態の測定や観測は、常に情報の増加とエントロピーの増大を伴います。これは量子もつれと呼ばれる現象とも密接に関係しています。量子もつれは、複数の粒子が量子力学的に結びついた状態を指します。量子もつれについて、身近な例で説明してみましょう。二つのペアの靴下を考えてみてください。一つは赤色、もう一つは青色の靴下があり、それぞれ別々の箱に入っています。箱を開けるまでどちらの箱に何色の靴下が入っているかわかりませんが、一つの箱を開けて色を確認すれば、
もう一方の箱の靴下の色も即座にわかります。量子もずれた粒子も、これと似たような性質を持っています。ただし、量子の世界ではもっと不思議なことが起こります。靴下の例では、箱の中の色は最初から決まっていました。しかし量子もずれでは、測定するまで粒子の状態は確定していないのです。これは、私たちの日常的な感覚では理解が難しい現象です。アインシュタインは、この現象を不気味な遠隔作用と呼び、量子力学の解釈に疑問を投げかけました。しかし、その後の実験で量子もずれの存在は確実に証明されています。2024年には、過去最長距離となる 1000km 以上離れた2地点間での量子もずれの維持に成功したという報告もあります。この技術は、将来的には量子コンピュータや量子暗号通信などへの応用が期待されています。量子もずれは時間の性質とも深い関係があります。例えば、2つの量子もずれた粒子があるとき、一方の粒子を測定すると、瞬時にもう一方の粒子の状態も決定されます。この瞬時という性質は、アインシュタインの相対性理論で禁止されている高速より速い情報伝達との関係で、現在も活発な研究が行われています。特に興味深いのは、量子もずれと重力の関係です。最新の研究では、空間と時間の性質自体が、量子もずれによって生み出されている可能性が指摘されています。これは、私たちの住む宇宙の時間と空間が、より根本的な量子的な性質から生まれているかもしれないということを示唆しています。実際の実験でも、この理論を裏付けるような観測結果が得られ始めています。2024年に発表された研究では、特殊な量子状態を使って、時間の流れと量子もずれの関係を直接観測することに成功しました。この実験では、量子もずれた粒子のペアを使って、時間の矢がどのように生まれるかを観察しています。結果は、私たちが感じる時間の一方向性が、量子レベルでの情報の流れと密接に関係していることを示唆していました。これは、時間の本質を理解する上で重要な発見となる可能性があります。このような量子的な性質は、私たちの意識や記憶の形成にも影響を与えている可能性があります。実際、最新の研究では、脳の中での量子効果が意識の発生に関与しているという仮説も提案されています。さらに興味深いのは、時間の方向性と情報の関係です。情報理論の観点から見ると、情報の記録には必ずエネルギーが必要です。このエネルギーの使用は、必然的にエントロピーの増加を引き起こします。つまり、私たちが記憶を形成し、情報を記録する行為自体が、時間の矢を生み出す一因となっているのです。これは、私たちの意識が時間の流れを感じる仕組みとも深く関係しています。最新の研究では、脳の中での情報処理と時間認識の関係についても、新たな発見が続いています。例えば、2024年の研究では、脳の特定の領域が時間の感覚を生み出す仕組みについて、より詳細な理解が得られています。このように、時間の謎は物理学、脳科学、情報理論など、様々な分野からのアプローチによって少しずつ解明されつつあります。しかし、まだ多くの謎が残されています。例えば、時間の最小単位は存在するのでしょうか？また、時間と空間は本当に別々の存在なのか？それとも同じものの異なる側面なのでしょうか？さらに、私たちの意識は時間をどのように認識しているのか？その詳細なメカニズムについても、まだ完全には解明されていません。これらの問題は、現代物理学の最前線で研究が続けられています。例えば、量子重力理論の研究では、時間と空間の本質的な性質について、新しい理解が得られつつあります。また、人工知能を用いた研究でも、時間認識のメカニズムについて新たな知見が得られています。私たちの脳がどのように時間を認識しているのか、最新の研究成果から見てみましょう。人間の脳は、驚くほど精密な時間の計測システムを持っています。例えば、音楽を聴いているとき、私たちはリズムを正確に感じ取ることができます。これは、脳の中に複数の時間認識メカニズムが存在するからです。短い時間スケール、数百ミリ秒程度の認識には、脳の神経細胞の活動リズムが関係しています。一方、数分から数時間といった長い時間の認識には、脳の別のシステムが働いています。特に興味深いのは、時間の認識が状況によって大きく変化することです。楽しい時間はあっという間に過ぎ去り、
退屈な時間はとても長く感じられる。このような主観的な時間の伸び縮みは、脳の活動パターンの変化として観察できることが分かってきました。2024年の研究では、脳波の測定により、この時間認識の変化を数値化することに成功しています。また、記憶と時間認識の関係も明らかになってきました。新しい経験をしているときは、脳は多くの情報を処理する必要があります。この時、時間はより長く感じられる傾向があります。これは、情報処理量と時間認識が密接に関係していることを示しています。人工知能研究からも、時間認識の仕組みについて興味深い発見がありました。ニューラルネットワークを使って時間認識をシミュレーションすると、人間の脳と似たような特徴が現れることが分かったのです。例えば、情報の複雑さに応じて、処理時間が変化する現象が観察されました。これは、人間の主観的な時間認識と似た性質です。さらに、量子コンピュータを使った研究では、より根本的な時間の性質に迫る試みも行われています。量子コンピュータは、通常のコンピュータと異なり、量子的な重ね合わせ状態を利用します。この特徴を活かして、時間の量子的な性質を探る実験が可能になってきました。2024年には、量子コンピュータを使って時間の非可逆性をシミュレーションする実験が行われています。この実験により、情報の消失と時間の方向性の関係について、新しい知見が得られました。特に注目すべきは、2024年に発表された研究成果です。この研究では、量子コンピュータを使って時間の非対称性を調べる画期的な実験が行われました。簡単に例えで説明すると、コーヒーに砂糖を入れる様子を考えてみましょう。砂糖は自然に溶けていきますが、溶けた砂糖が自然に元に戻ることはありません。これは時間の一方向性を示す典型的な例です。この研究では、似たような現象を量子レベルで再現することに成功しました。量子コンピュータの中で、特殊な量子状態を作り出し、その変化を観察したのです。結果は驚くべきものでした。量子レベルでも、時間の方向性が明確に現れることが確認されたのです。これは、時間の矢が量子力学の基本的な性質と深く結びついていることを示唆しています。さらに興味深いのは、この実験で観察された現象が、私たちの日常的な時間の感覚と密接に関係していることです。例えば、記憶の形成過程と似たような情報の蓄積が、量子レベルでも観察されました。この発見は、なぜ私たちが過去は覚えているのに、未来は覚えていないのか、という根本的な疑問に対する手がかりとなる可能性があります。特に注目すべきは、この研究が量子情報理論と熱力学を結びつける新しい視点を提供したことです。情報の保存と消失が、時間の方向性を決める重要な要因となっていることが明らかになってきました。これは、情報と時間の本質的な関係を示す重要な発見と言えるでしょう。この研究では、量子コンピュータを使って時間の非対称性をシミュレーションする新しい方法が開発されました。これにより、時間の矢と量子力学の関係について、より深い理解が得られることが期待されています。また、宇宙の大規模構造の観測からも、時間の性質に関する新しい発見が続いています。例えば、暗黒物質や暗黒エネルギーの研究は、宇宙の時間発展についての理解を大きく変える可能性を秘めています。これらの研究は、私たちの宇宙観を根本から変える可能性を持っています。宇宙の構造と時間の関係について、さらに掘り下げて考えてみましょう。私たちの住む宇宙は、約138億年前のビッグバンから始まったと考えられています。この壮大な時間の流れの中で、宇宙はどのように進化してきたのでしょうか。最新の観測技術により、宇宙の歴史をより詳しく理解できるようになってきました。例えば、ジェームズ・ウェット宇宙望遠鏡による観測では、宇宙誕生直後の銀河の姿を捉えることに成功しています。これらの観測結果は、宇宙初期の状態が極めて特殊だったことを示しています。宇宙の始まりでは、現在とは比べ物にならないほど高密度で高温な状態でした。その状態は、現代の物理学の標準理論では完全には説明できないほど極端なものでした。例えば、ビッグバン直後の1秒にも満たない瞬間に、宇宙は急激な膨張を経験したと考えられています。このインフレーションと呼ばれる現象は、現在の宇宙の大規模構造を形作る重要な役割を果たしました。しかし、なぜそのような急激な膨張が起こったのかは、まだ完全には解明されていません。ここで興味深いのは、地
時間の性質とインフレーションの関係です。インフレーション期の宇宙では、時間の進み方自体が現在と大きく異なっていた可能性があります。これは、時間が単なる一様な流れではなく、宇宙の状態によって変化し得るものであることを示唆しています。最新の研究では、この時期の宇宙の様子をより詳しく理解しようとする試みが続けられています。例えば、重力波の観測により、宇宙初期の状態についての新たな手がかりが得られています。2024年には、これまでで最も古い時代の重力波の痕跡が発見されたという報告もあります。この発見は、宇宙初期の時間の性質を理解する上で重要な手がかりとなる可能性があります。また、ダークマター、暗黒物質とダークエネルギー、暗黒エネルギーの研究も時間の本質を理解する上で重要な役割を果たしています。ダークマターは、通常の物質とは異なる性質を持つ未知の物質です。その存在は、銀河の回転運動などの観測から間接的に確認されています。一方、ダークエネルギーは宇宙の加速膨張を引き起こす謎のエネルギーです。これらの謎の存在は、私たちの宇宙理解がまだ不完全であることを示しています。特に、ダークエネルギーの性質は、時間と空間の本質的な構造に関係している可能性があります。2024年の研究では、ダークエネルギーと量子真空のエネルギーの関係について、新しい理論が提案されています。この理論によれば、時間の流れ自体が量子的な真空の性質から生まれている可能性があるのです。このように、宇宙の大規模構造と微子的な量子の世界は、時間という概念を通じて深く結びついています。時間の性質をより深く理解することは、単なる科学的な興味にとどまらず、私たちの存在の本質を理解することにもつながります。なぜなら、私たちの意識や記憶、そして存在そのものが、時間の流れと密接に結びついているからです。今回の内容をまとめると、以下のようになります。物理学の基本法則では、時間に方向性はありません。しかし、エントロピーの増大という現象が、時間の矢を生み出しています。この時間の矢は、宇宙の膨張や私たちの記憶の形成とも深く関係しています。さらに、量子力学や情報理論の観点からも、時間の一方向性を理解することができます。これらの研究は現在も進行中であり、新しい発見が続いています。時間の謎を解き明かすことは、私たちの宇宙観や存在についての理解を深めることにつながるのです。さらに時間についての研究は、私たちの日常生活にも大きな影響を与える可能性があります。例えば、より正確な時計の開発は、GPS システムの精度向上につながります。現在の GPS システムでは、相対性理論の効果を考慮する必要があるほど、時間の測定は精密になっています。また、量子もつれを利用した新しい時計の開発も進められています。これらの原子時計は、従来の時計よりもさらに高い精度で時間を測定することができます。2024年には、複数の原子時計を量子もつれで結合させることで、さらなる精度向上を実現する技術が開発されました。このような高精度な時計は、深宇宙探査や地球環境の監視にも活用されています。宇宙空間での時間の測定は、地上と異なる課題があります。例えば、国際宇宙ステーション ISS では、地上よりもわずかに時間の進み方が速くなります。これは、重力が時間の進み方に影響を与えるという一般相対性理論の予見通りの現象です。実際、ISS に搭載された原子時計は、地上の時計と比べて1年間で約 0.01 秒進むことが確認されています。このわずかな違いも、新宇宙探査では重要な意味を持ちます。2024年に打ち上げられた新宇宙探査機には、新型の原子時計が搭載されています。この時計は、重力の影響による時間のズレを正確に測定することができます。これにより、探査機の位置をより正確に把握することが可能になりました。また、ブラックホール近傍での時間の歪みについても、新しい発見が続いています。ブラックホールの強い重力は、その周辺の時間の流れを極端に遅くします。この現象は、実際の観測でも確認されています。2024年には、史上最も詳細なブラックホール周辺の時空の歪みの観測に成功しました。この観測により、アインシュタインの一般相対性理論の予見がさらに高い精度で検証されました。深宇宙での時間の測定は、宇宙の構造を理解する上で重要な手がかりを提供しています。例えば、異なる銀河での時間の進み方を比較することで、宇宙の膨張の様子をより詳しく知ることができます。これは、
ダークエネルギーの性質を解明する手がかりにもなります。さらに、重力波の観測も、時間と空間の性質を理解する上で重要な役割を果たしています。重力波は、時空の歪みが波として伝わる現象です。この波を検出することで、宇宙で起こる激しい現象を観測することができます。2024年には、これまでで最も遠方からの重力波シグナルの検出に成功しました。さらに、時間の研究は医療分野にも応用されています。人体のリズムと時間の関係を理解することで、より効果的な治療法の開発が可能になってきました。例えば、生体時計のメカニズムを利用した新しい治療法の研究が進められています。時間の物理学的な研究は、私たちの技術や生活を豊かにする可能性を秘めているのです。一方で、時間の本質に関する謎は依然として多く残されています。例えば、時間は連続的なものなのか、それとも離散的なものなのかという問題です。現在の物理学では、この問いに対する確定的な答えは得られていません。プランク時間、約10のマイナス43乗秒よりも短い時間は物理的な意味を持たないという説もあります。この驚くほど短い時間スケールでは、私たちの想像を超えた現象が起こっているかもしれません。最新の理論研究では、プランク時間のスケールでは、時間と空間の区別自体が意味を失う可能性が指摘されています。これを理解するために、身近な例で考えてみましょう。私たちが使う蒸気には、最小のメモリがあります。それより小さな長さを測ることはできません。同じように、時間にも測定できる最小単位が存在するのかもしれません。これは、デジタルカメラのピクセルに似ています。遠くから見ると滑らかに見える画像も、近づいていくとピクセルの粒々が見えてきます。時間も同じように、極めて小さなスケールで見ると、連続的ではなく離散的な性質を持つ可能性があるのです。2024年の研究では、この可能性を実験的に検証する新しい方法が提案されています。量子コンピュータを使って、極めて短い時間スケールでの物理現象をシミュレーションする試みが始まっています。また、宇宙の始まりであるビッグバン直後の時間の性質についても、新しい理解が得られつつあります。ビッグバン直後の宇宙では、現在とは全く異なる物理法則が働いていた可能性があります。そこでは、時間の流れ方自体が現在とは大きく異なっていたかもしれません。この時期の宇宙を理解することは、時間の本質を解明する上で重要な鍵となるでしょう。最新の観測技術により、ビッグバン直後の宇宙の痕跡をより詳しく調べることが可能になってきています。例えば、宇宙マイクロ波背景放射の精密観測により、宇宙初期の状態についての情報が得られています。これらの観測結果は、時間と空間が現在のような形で分離していない状態から、どのように現在の宇宙が生まれてきたのかを理解する手がかりとなります。また、時間と意識の関係も興味深い研究テーマです。なぜ私たちは時間の流れを一方向にしか感じないのか。この問いは、物理学だけでなく、哲学や認知科学の分野でも活発に議論されています。最新の研究では、脳の中での情報処理と時間認識の関係について、新しい理論が提案されています。時間の謎は、現代物理学の最も重要な研究課題の一つです。この分野の研究は、私たちの宇宙観を大きく変える可能性を秘めています。例えば、時間が本当に一方向にしか進まないのか、それとも別の可能性があるのかという問いは、依然として物理学者たちを魅了し続けています。最新の研究では、量子力学や相対性理論、そして情報理論を組み合わせることで、時間の本質に迫ろうとする試みが続けられています。特に2024年は、この分野で重要な発見が相次いだ年でした。量子コンピュータを使った実験や、新しい理論の提案により、時間の性質についての理解が深まってきています。しかし、まだ多くの謎が残されています。これらの謎を解き明かすことは、単に科学的な興味だけでなく、私たちの存在の本質を理解することにもつながるでしょう。最新の研究では、意識と時間の関係についても興味深い発見がありました。私たちの脳は、時間をどのように認識しているのでしょうか。例えば、音楽を聴いているとき、私たちは正確にリズムを感じ取ることができます。これは、脳の中に精密な時間認識のシステムが存在するからです。2024年の研究では、この時間認識のメカニズムの一部が解明されました。脳の特定の領域が、時間の長さを測定する内部時計として機能していることが分かったのです。この発見は、
なぜ私たちが時間の流れを一方向にしか感じないのかという謎に対する手がかりとなるかもしれません。また、記憶の形成と時間の認識が密接に関係していることも明らかになってきました。新しい経験をするとき、脳は多くの情報を処理する必要があります。この時、時間はより長く感じられる傾向があります。これは、情報処理の量と時間の認識が関係していることを示しています。このような研究は、時間の物理学的な性質と私たちの主観的な時間の感覚がどのように結びついているのかを理解する助けとなります。さて、今回のテーマである時間の矢について、ここまでお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか？物理学の基本法則では時間に方向性がないにもかかわらず、私たちの世界では時間が一方向にしか進まない。この不思議な現象は、エントロピーという概念と深く結びついていることが分かってきました。そして、量子力学や情報理論の発展により、時間の本質についての理解が深まってきています。特に2024年は、この分野で大きな進展がありました。量子コンピュータを使った実験や、新しい理論の提案により、時間の性質についての理解が大きく前進したのです。しかし、まだ多くの謎が残されています。なぜ宇宙の始まりは特別に低いエントロピー状態だったのか、時間と空間は本当に別々のものなのか、私たちの意識は、どのように時間の流れを感じているのか、これらの問いに対する答えを見つけることは、私たちの宇宙観を大きく変える可能性を秘めています。今後も、この分野の研究の進展に注目していきたいと思います。最後に、時間についての興味深い研究の展望をお話ししましょう。現在、世界中の研究機関で時間の本質を探る研究が進められています。例えば、より精密な原子時計の開発により、重力が時間に与える影響をこれまで以上に詳しく調べることが可能になってきました。また、量子もつれを利用した新しい実験手法により、時間の量子的な性質の解明も進んでいます。特に注目されているのは、時間と情報の関係についての研究です。情報の保存と消失が、時間の方向性を決める重要な要因となっていることが明らかになってきました。この発見は、私たちの意識と時間の関係を理解する上でも重要な手がかりとなるかもしれません。2024年には、国際宇宙ステーションでの新しい実験も計画されています。宇宙空間での時間の進み方を、より正確に測定する試みです。これにより、重力と時間の関係についての理解がさらに深まることが期待されています。また、次世代の重力波検出機の開発も進められています。これにより、宇宙の局所機の状態についての新しい情報が得られる可能性があります。時間の謎を解き明かすことは、私たちの宇宙観を大きく変える可能性を秘めています。この分野の研究は、今後もますます発展していくことでしょう。これからも、宇宙の神秘に迫る素晴らしい発見が続くことを期待しています。本日の宇宙の神秘についての動画はいかがでしたでしょうか？もし星々の輝きのように心に残る内容でしたら、チャンネル登録と高評価で応援していただけますと幸いです。今日も素敵な宇宙の時間を共有させていただき、ありがとうございました。